それでは、続きまして2品目、白身魚を使ったお料理、今、新生姜がシーズンっていうのもありまして、白身魚の香り揚げを作っていきたいと思います。材料はこちらでございます。今日はタラの水、お魚を使っております。これがタイ、カレー、いろいろ帰ります。もっと言えば鶏肉でも美味しい、と思いますので、その辺は代用は皆さんのお好みにお任せします。今日はタラのすり身と、白ネギ、新生姜、万願寺唐辛子です。で今日の甘だれですね、お砂糖、濃い口醤油、みりん、そして、基本だしを使って作っていきたいと思います。まず最初にですね、新生姜の甘だれを作っていきたいと思います。新生姜はですね、ひね生姜とは違いまして、皮も薄くてもう全て食べれます。ちょっとスポンジかたわしなんかでさっさっさと洗ってもらうぐらいがちょうどいいと思います。皮とかを剥いてしまうとせっかくの風味がなくなってしまうので、そのまま使ってください。タレですので、どういう切り方でも生姜の香りは移るんですけども、新生姜も食べてもらいますので、みじん切りにしていきたいと思います。細かすぎず、大きすぎずといった感じがいいと思います。はい、ですね、でこれをもうそのまま今お出汁にですね、冷たい状態で結構です。お出汁の中に入れて調味料を入れてひと煮立ちして、甘だれを作っていきたいと思います。はい、では生姜を入れていきます。お好きな方は、量はお好みなんですけど、新生姜もう大好きやわっていう方はもっと入れてもらっても美味しいタレができると思います。はい、そうしましたら濃い口醤油、はい、みりんでお砂糖ですね。はい、で火にかけていきます。1割ぐらい、煮詰まったら火を止めて、しばらく冷ましておきます。はい、それでは続きまして、お魚がタラです。そのまま使うのもいいんですけれども、少しお塩を当てて10分15分こういうふうにですね、少し傾けながら置いておくとお魚の臭みがどんどん流れてきますので、ちょっとその下処理をしてもらった方が美味しく召し上がっていただけると思います。決してお塩味をつけるっていう意味ではなくて、魚の臭みを出してあげるということでございます。こういうバットにですね、少し塩をパラパラ、言うたら夜の空に星屑がパラパラあるぐらいの量でいいと思います。でこういうふうにお魚をのせて、また上からパラパラで、先ほど言いましたけど魚の臭みを抜きたい、っていうのでこのままドンと置いておくのもいいんですけども、少しこう傾けてやると
お魚のその生臭みっていうのが下に落ちていきます。ですので少しこういうタオルでも何でもいいんですけども、こういう状態で10分から15分置いておくと、最後の食べた時にこう生臭みも感じず美味しく白身魚ができると思います。はい、じゃあ続きまして万願寺唐辛子。万願寺唐辛子は今日は素揚げにしますので、このまま揚げていただいてもいいんですけれども、少し中の種がこう辛くなったりとか口に残りますので、半分ぐらいにしてもらって、こういうお箸でですねちょっとこうくるっとひねってやると中の芯が抜けますので、で少しトントンとすると種がいっぺんに取れます。でこの状態にして、揚げます。これが万願寺唐辛子の下処理ですね。はい、そうしましたら、タラが時間経ちましたので、唐揚げにしていきたいと思います。揚げる温度は170度ぐらいが適切かなと思います。それは魚の厚みによってもう少し厚みのあるお魚を揚げたいときは少し低いめの方がいいですし、もう薄い、穴子とかを揚げるときはもう少し高めの180度ぐらいの温度で揚げてもらったら上手に揚がると思います。で、小麦粉ですね、はたいて、少しお塩を当てて水分が出てきましたら、クッキングペーパーなんかで、少し拭き取ってから粉をつけるのもいいと思います。粉をまぶす時のポイントとしては、必ず全体にきれいにつけてあげてください。粉がついてないところから水分がどんどん出てしまって、うまみも出てしまいますので、粉で、お魚をコーティングするというイメージなんですけれども、時々こう、雑に粉をつけてしまってこの辺がついてないと、そしたらここからうまみが全部出てしまって水分も出てしまって、美味しく揚げれないという失敗の結果につながりますので、きれいに全体にまぶすっていうのが意外と簡単なようなんですけれども、ここに注意して、粉をつけてください。はい、それでは揚げてまいります。今タレがですね沸いてきました。で今コトコトしてる状態なんですけども、このぐらいの沸き加減でおよそ5分ぐらい、コトコト炊いていただいて、生姜の香りをお出汁に含ませて、でそうしましたら火を切っていただいて、でしばらく置いておいてください。では、万願寺唐辛子から揚げていきます。お野菜ですので生でも食べれます。ですので、余熱で火を通すっていうイメージがいいかと思います。完全に揚げ切ってしまうと全て水分が出てしまってしわしわな揚げ物になります。野菜を揚げる時のポイントとしては、ちょっと手前で引き上げる。はい、もういいと思います。で余熱で火を通すっていうのがお野菜の揚げるポイントです。色よく仕上げます。はい、続きましてお魚揚げてまいります。このぐらいの入れた時の泡加減がちょうどいいかと思います。バチバチとも言いませんし、入れた時に何も音もない、泡も出てこないっていうのも温度が低すぎます。やはりこれぐらいの温度が
ちょっと入れた時にジュワーっていうぐらいがちょうどいいかと思います。で最初に触りたいところなんですけども、どうしても最初に触ってしまうと崩れてしまったりしますので、ある程度表面が固まるまでしばらく放っておきます。でお魚の入れる量なんですけども、だいたい油のこの油鍋に対して半分から3分の1、それ以上入れると油の温度がぐっと下がってしまいますので、失敗の原因となります。でこのまま揚げ続けてきつね色に、仕上げていきます。その間にですね、それの、白髪ネギ、白髪っていうぐらいですので、髪の毛のように切るんですけれども、まず半分にこう渡します。で中の芯を取ってあげます。こういう芯はなんか刻み物に入れたり炒め物に入れたり、またタレの中に入れてもらっても美味しく、新生姜とおネギのタレになりますから、いろんな用途があります。で中の芯を抜いて大体の自分の長さに、こういうふうに切りましてですね、でまた繊維と垂直にですね包丁を切っていきます。でこちらもおネギの少し臭みとぬめりがありますので、刻んでからは少し水につけておきます。少し水にこう払っておきますね。はい、そうしましたら、5分も経ってないですかね、少しお魚にですねきつね色がかってきました。この色になってきた時が引き上げる、目安、でございます。白身魚ですので、どうしても揚げすぎると身がパサつきます。先ほどのお野菜でも言いましたけど、余熱で火を通すっていうのがなかなか難しいんですけども、揚げすぎないっていうのがポイントですね。身をしっとりさせた揚げ物にしたいので、ちょうど今ぐらいが引き上げ時だと思います。はい、揚げていきます。でその間に、生姜のタレも熱々にしておきます。では盛り付けてまいります。ちょっと食べやすいようにですね、ちょっと半分に切ってみましょうか。はい、で先ほどの万願寺唐辛子揚げた時はまだ硬いかなって思うんですけども、今こうしてやるとしっとりした感じになってますね。このぐらいがやはり、このぐらいの火入れの仕方がちょうどいいかと思います。揚げた時は硬いかなって、でも食べる時には少しこうしっとりした感じがのイメージがいいかと思います。はい、こういうふうに新生姜が少しこう醤油色になった時がちょうど目安かなと思います。ただもう生姜のタレ結構たくさん作っておいてもらっても他いろんなお料理にも活用できます。最初言いましたお肉にも使えますし、これをあんにして甘酢あんかけにもできます。たっぷり生姜が入ってる方が美味しそうですね。で先ほど刻みました白髪ネギ、はい、こちらで完成です。で食べていただくときはこのたっぷりタレが下に入ってますので、そのタレをつけながら
召し上がっていただくというお料理でございます。